えっと、岡丸牧師はですね、方向音痴なんですね。ですから誰でも見つかるようなところが見つからなかったりするんですね。それが大変な目に遭っちゃったんですね。それは何かって言いますとですね、長崎の教会ができた直後に長崎に行ったんですね。そして長崎の教会で奉仕をする、祈祷会のね、そういうことになったんですね。そして長崎の都電ですかね、市電かな、降りて、さあ探していこうと思った瞬間に、住所の紙がない。もう完全にダメなんですね。もうあってもおかしいわけだから、なくちゃもう全然ダメということなんですね。それでね、まあ祈りの人だから、祈りに出たわけですよね。どう言ったらいいですか。そしたらね、道渡れとかなんか言われたそうですね。で、道渡ったんだ。どっち行ったらいいですかって。こっち行けって言われたんだ。こっち行ったんだそうですね。そしたら細い路地があって、階段があってね、そこ登れって言われたから登ったんですって。そしてね、まあ右か左に行けって言われて、右か左に行ったんですって。そしてね、行き過ぎたって言われたんです。そうですね。それでね、数歩戻って、そして考えて、見渡し、こうやったんですって。そしたらね、ここにね、主の十字架クリスチャンセンターってあったって。で、祈りはね、思う以上に答えられるので、どうぞね、期待しつつ見といてください。で、私もね、それを覚えてたんですね。それで、家族で熊本に行った時に、私の母親の実家が湯の前にあるんですね。電車の終点なんですね。そこに行ったんですね。ただ、住所も電話番号も聞いてなかったので、どこに家があるのか分かんない。湯の前まで行ったのはいいけど、家までは今行けないっていう感じだったんですね。まあ、一度高校生の時、葬式の時に自動車で来たことあるんですね、そこね。で、駅前になんかお店探しに行ったことあるんだけど、その程度で全く分かんないと。でもね、岡本牧師の話を思い出して、じゃあやってみるかと思ったんですね。そして駅前はね、3本ぐらいの道が分かれてて、祈ったんですね。そしたら、まあ、こっちが御心じゃないかと思った道があったので、そこ行ったんですね。で、2つに分かれてたんですね。で、こっちが御心じゃないかと思った道を行ったんですね。そして坂降りるところがあってね、その坂降りるところのところに来た時にね、あ、これ見覚えがあると思ってね、そこ坂降りたらですね、目の前が親戚のお家だった。10分で着きましたね。で、その時にですね、神様がいろんな形で、まあ、それも特殊な形なんでしょうけれどもですね、恵みを表してくださるその一つを見たということでね、非常に感謝しましたし、祈りは強力な、恵みであるということを感じました。